今回は、お客様からのご依頼で、はい、シュバイツァースタインですね。以前うちの動画であった SE300 山本 DS 凶暴搭載の、はい、ピアノです。こちらのですね、響板割れ、ここで分かるぐらいバカバカして、で響棒からもやっぱり剥がれてしまってると、あとこっちの内回しからもここはちょっと浮いてるかな。おそらく乾燥ですね。ここも割れてますし、よくその響板割れっていうと、その響板ってこのくらいの木を横にペト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 つけていって1枚の板にするんですけど、その接着してあるところで割れると思われがちなんですけど、昔のその接着剤が悪い時はそういうことがあったかもしれないですけど、そこじゃなくて木のちょうど木目に沿って、はいはい、これは接着、ここはかな。でもここ木こそ、ここは言ってますね、こっちもお隣さんを、割れる原因はいろいろあるんですけど、ヤマハカワイが割れにくいっていうのはやっぱりその人工乾燥の技術が昔から非常に高かったっていうところですかね。天然の乾燥っていうのはあんまり変わらないですけど、人工乾燥機がやっぱりあるないっていうのは大きな違いで、やっぱり照明化っていうのはちょっと難しかったんじゃないかと。なのでちょっと水分が残ってる状態で、製品になって、後に過乾燥になるとぷくっとしたのが痩せて引っ張られてパッキンと最後いくんだと思うんですけど、なんでこう割れてちゃいけないかっていうところですよね。いくつかあるんですけど、一番はやっぱりこの音の伝達が途切れちゃう。やっぱりこう本当に隙間が綺麗に開いちゃってるので、音がね、木目に沿っていくんですけど、裏の響棒は逆方向に行くので、そういったものをこう阻害させてスピーカーのコーンが破れてるみたいな感じですよね。あとは調律の安定性が損なわれます。ぷかぷかこう上下に動きやすく、くっついている状態ですらこう上がったり下がったり湿気で乾燥でするのに、そこら中割れてるともうこんな感じでぐちゃぐちゃに変化してしまうので、調律の安定が著しく悪くなってしまいますね。あとはクラウン、ピアノの弦ってこのコマっていうものを中心に、あっちと起点とこっちの終点からこうちょっと山になってないといけないんですね。バイオリンとかの弦楽器ってコマっていうのが同じ名前ですよね。たたってて、あれはかなり急角度になってますけど、ピアノの場合はメーカーにいろいろよりますけど、だいたい 2,3 ミリぐらい高くなってるのは割と一般的ですね。そのクラウンをへこんでると、もう弦をグイッと引っ張るのに下にへこんでると、もうこの下手するとコマピンから外れちゃうことは少ないですけど、微妙に隙間がでピリ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 ここで雑音をして、でもうどうにもならないっていうことがあります。でそのコマ圧ですね。見方は簡単で、こんな糸を、これが起点ですね、こっち終点ですね。今かろうじてこっちが当たってから、ちょっと場所が悪いな、ほぼ同時、ここの当たるのとここの当たるのは、ほぼ同時っていうことは平らってことですよね。浮いていますね。これだとちょっとへこんじゃってるってことですね。でこのへこみを、回復させるたいんですけど、へこんでちゃまずいので、そこも気をつけながらやる。ただ埋めればいいっていう問題ではなくて、せめて1ミリぐらいコマ圧が出るように、簡単なのはとりあえず埋めて圧を出すというか、フレームを下げるっていうんですかね。こっちをここを削っちゃって下げると、こいつが飛び出るので圧が出ると。そういうやり方もありますし、響板を修理するときにその圧をなるべく出しつつ修理みたいな方法もあるので、それもやりながら、こっちも最悪削ることも想定してやっていきたいと思います。シビアですね。あんまり負担かけてフレームが折れたっちゃ困るので、やりすぎ注意なんですけどね。
と響板と響棒ですね。ここがあって斜めに入ってる棒がやっぱちょっと剥がれ気味。はい。接着だけではもしかしたら密着しない可能性があるので、あまりやりたくはないんですけれど、もう響板側からネジを入れて固定。白いこの線が響棒の線です。でこういう割れがあるところにネジを効かせたいので、このオレンジ色がネジを入れたいラインですね。でも響棒があるところにネジを打たないとしょうがないので、ここにネジを入れる感じですね。こうさしてるところに、なるほど。この一応割れてるところ、こう割れてるところ、こう割れてるところ入れて、あとはやっぱりちょっと全体的に剥がれが大きいので、その間に一応補助のためにネジを入れると。響板の振動を妨げる要因なんで、賛否あるとは思いますけれども、今回その後の雑音とかっていうのが怖いので、材質も考えてネジを入れて、本当は一気に響棒の接着プラス響板の修理を一気にやりたいんですけど、もう無理なので絶対。なので響棒をまず端からつけていく感じですかね。少しずつネジ入れながら、でそれが終わったら響板のこっちからの植木ですね。多分今回裏からもやった方がいいかな。今はもうなんか鳴ってますもんね。雑音もね、もうここが本当はこれ単語板を取りたいところなんで、さっき取ろうとしたら取れなかったので、もう接着剤流し込んで固めるしかないかなと。大掛かりというか手間がかかりますね。でもやり始めちゃえば大したことは多分ないのでね。ここまで来るのはどうしようかと頭を悩まして脳が取れました。はい、結構進みました。そうですね。で穴を開けでて、穴を開けたのは裏の響棒を剥がれてたんですね。全体的に、ほぼ全部と言っていいほど、なのでネジを打って響棒と響板をくっつけたと。はい。こういうとこってことですね。そうですね。ここは正直入ってなかったところなんですけど、この割れが結構ひどくて、段差がもう1ミリぐらい段差がついてちゃったんですね。それだと響棒ともう浮いてるってことになるので、もう致し方がなく駒から打って響棒を引っ張ってるのを3箇所 1,2,3 箇所やって、あと裏から、響棒を貫通させて 2,3 本駒を引っ張って、でこの段差がほとんどなくなったんですね。でネジを打って引っ張って結局100本ぐらい入ったのかな。その分響板が重くなっちゃったので振動を妨げる要因にはなるんですけど、でもちょっと今回のばっかりはしょうがないですね。そうしないと響棒とくっつかなかったんで、と割れてたのは、助響板と入れて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10本ですかね。これ結構その厚みっていうのは現物で合わせて入れてたんですか？そうですね。その割れ加減も場所によって違うんですけど、一応こういう響板割れを、これ完全にベラって書いてあるので、ドイツのドライバー屋さんの多分マイナスドライバーをドイツの工具屋さんが削って商品にしたものだと思います。マイナスドライバーですね、元は多分。本当はもうちょっと違うやり方を本当はしたかったんですけど、ルーターを使って、トリマーみたいな斜めになってるやつでシピーッとやると綺麗に。なるほど。ただこれ今回よく見てもらうと分かるんですけど、木目が曲がってるんですよね。本当だ。ここが一番すごいから。あとここも。だからこれだとまっすぐはとても無理なんで、ちょっと一生懸命広げながら。それは広げるための。そうですね。こうやってガバッと入れてジャーッと引いて。一応種類というか、作ってもらったところが違うので、これは長くて太いやつ。あんまり継ぎ足しはしたくないので、途中までだとこのカーブを少し斜めにカットして、あとここもちゃんとぴったりなるように
こう削って合わせたり。でもこれ自体はその規格があるわけじゃないですよね。梅木用ってとこなんかいろんなのがこう送られてくるって感じなんですか？まあ大体こうやって揃って10とか12はいっていう場合が多いですかね。こっちは今亡き柴井崎健さんがはい多分独自で作ってたスプルースをちょっとムラがあるというか、ムラはムラでいいんですけどね、あったやつを使えばいいので、うんうんうんただテーパーにやっぱり少しなっててほしいので、ただちょっとこの辺はちょっと細めのやつはい使って、あと長いやつはやっぱ太いやつしかないので、うん太いやつ入れて、まあなかなかでした多分今までで一番10秒かな。まあフレームこれ乗せて圧がどれだけ出てるかちょっと分かんないんですけど、まあ、でも一応このちょっとキャスター持ったんですけど、一応まあ鳴ってるかなと。あとは、はい、この飛び出たやつを平らに削って、はい、あとはちょっとこっちからも接着剤で埋めれば隙間がなければ問題はないと思うので、あとそのこれですね、コマピンが全部緩くてちょっと引っ張るとスポッて抜けちゃったので、これもまずいということで一回全部込めて、でこれは今回においてはちょっと瞬間接着剤できつくするっていう方法で部品は頼んであります。同じ太さで、まあ一つしかないんですか、太さっていう。いやここが3ミリ、はい、ここまでか。でここまでかなが 2.5 2.4 か。でここからあっちが、2。まあ弦が細くなるんで、同じ穴をもう一回使うにはちょっときつくしないといけないって感じですね。そうですね、元が緩かったんで、なるほど。なので、まあ、瞬間入れてちょっとまあこれで十分効くと思うので、まあそれは部品がちょっとね、なんせ雪降ったんでどんな具合でしょう。はい、コマピンこれですね。はい、これを全部新たに打ってフレームを乗せて、はい、で15ピンブッシュを入れて、はい、穴開けてピンを打ったところですね。で、最初コマ圧って0はい、だったと思うんですけど、今ちょうどここでついたところで、ここの隙間が今2ミリぐらいあるかな。ここがついていて、こっちが2ミリぐらい浮いてる今浮いて、最初音がしなかった、最初ポッっていって、終わっちゃってたやつが張りがある太鼓になりましたね。そうですね。ここまで良くなるとは思ってなかったまあこうなりたいようにはやったんですけど、思いのほか良くなったなと。こういうふうにちゃんと治るかっていうその保証がなかなかできないんですよね、頑張ってやるつもりですけど。なので響板の修理は博打じゃないですけど、まあ、雑音とかはもちろん止められるんですけど、こういう風なこの響きのある太鼓のような音にまで治るかっていうのは、ちょっと微妙、やってみないとわからないので、どうしてもっていうんだったらやりますけど、そうでなければちょっと危険で、これで弦を張っていきます。これちょっと面白いピアノで
こっからここまでが1音に対して、1本針ループ1本針ループ1本針ループっていうのが謎の設計で、ここからはループなんでしょうね。別の音をまたがないってことですか？そうですね。あ設計的の張力の関係なのかちょっとそれはよくわからないですけど、あ、はいはいはい。ちょっと面倒くさいというか巻数を合わせるのが大変だなと。あ一本針とループってこう伸び方が違うので、一本でギュッと引っ張るかこっちとこっちでギュギュギュッと引っ張るかでこう伸びる率も違うし、まあなるべく努力はしますがどこまでできるかはわからないですね。そのループを作るためにちょっとこのピンを振ったくてここで作るように1本2本だったらねちょっとなんかで代用してやりますけど、まあ、これが終わったらあと、ね、アクションも残ってるんで、アクションも多分そんなにひどくないと思うのでネジ締めれば多分大丈夫だと思うんで。今から作るのは一本割りとかに使う、この玉、まあドイツではジャーマンアイというらしいです。普通玉に作る時って多分1台の中で2本か3本なんですね。だからその時はもうここに引っ掛けてギュッてやって、手でジュジュジュって作っちゃうんですけど、ちょっと今回数が多かったのと、あとこの間とあるメーカーの研修に行ったら、この研修があるんですよ。これを作る玉作る研修、最後にこれをやるっていう。でそこで、まあ、せっかく習ったんで、まあ、忘れないように同じようなやつ作って、まあ、これは改良しますけど後で作ってみようと思って今作ってたので。ポイントは穴がこの丸が大きすぎないように、とあとこのねじってるところの隙間がないようにっていうのが大前提ですね。でこれを、まあ、いい長さであとは貼ると。これ学校でやんないんですね。でも一応やるんじゃない？ただ俺たちの学校でちゃんと習った覚えがないからこうやってやるんだよ。今のこれを、まあ、要するにこのピンでやって、ペンチペン使ってチュイ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 って作ってたんで、まあでもこの方が楽から失敗が少ないかな。でもここは痛いまああとはこの方向を間違えないようにしないと、ここはちゃんとフレームつく方がこの下に巻いてないと引っ張ると緩んでいっちゃうんですね。習うようになるのでやってみたらいいと思いますこんなような形で貼っていくんだよということでした。はい、もうここからは映像ありません。ピアノ側は完成したらまた締め取ります。はい、お願いします。はい、というわけで一通り終わりました。はい、響板の修理と、それに伴って弦を外したので、弦の張り替え、チューニングピン交換して、まあこういったクロスですね、関係は全部交換して、あとは調整と調律です。一応お客さんの希望でそんなにビカビカにしなくていいと、もともとの風合いを残しつつ汚れを落として、金属が磨いてっていう程度でいいですっていうことだったので、塗装とかは特にせず磨いて、曇りを取って艶を出したっていう感じですかね。ダンプチェイサーつけましたか？ダンプチェイサー、はい、ああやって響板をこう埋めてあって、で行く先が音楽教室みたいなところの事務局に置かれるのかちょっとわからないんですけど、きっとそういうところなのでエアコンでの冷暖房っていうのが予想されるので、せっかく直したのにまた、1年やそこらで壊れちゃうっていうのが悲しいので、お客さんにそういった事情を説明して、じゃあこれハンダをつけてくださるということだったので、
今回つけて、これで加湿さえしてもらえばそう割れることはないと思うのでいいかなと思います。ちょっと出す。ちょっとだけいやー、よく伸びますね。今回は割とうまく状態にしては、なんとかなってくれたのかなとは。よかったです。はい。響板割れっていうのはある意味こう致命傷みたいなねところあるじゃないですか。それを今回は手間暇かけて直しましたけど、実際現時点ですけどざっくりどういう費用がかかるのかっていうところですかね、この修理で。今回はどちらかというと大掛かりではありました。1本2本割れていてちょこっと埋めるっていうんでしたら、もしかすると弦を外さなくてもコマ圧っていうのが、ある程度保持できていれば無理やり、弦までフレームまで外してなんとかするっていうことをしなくてもいい場合もあると思うので、それは今回はせず、全部やってそうですね、ざっくり50万ぐらいですかね。買えると似たような金額に。そうですね。ただそのお客さんがこのピアノに対する思い入れっていうのは、値段に変えられるものではないので、どうしてもということでしたら 100% 戻るかって言われるとやっぱりやってみないとわからないところがあって、なるべくいい状態になるようにはします。困ったこととかこんな修理はいくらぐらいかかるのかっていうお問い合わせでもいいので、お気軽にご連絡いただければと思います。はい、また修理系動画出ると思いますので、ぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。